こんにちは、加藤です。今日は面白いものが手に入ったので、書いていこうと思います。皆さんご存知でしょうか、この黄色い不思議ななんか木の実みたいなやつなんですけれども、フォックスフェイスとか、なんかキツネナスっていうのかな、なんかナス科の植物らしいんですけれども、よく絵の題材に、そしてお花の生けるのにね使ったりするようで、お花屋さんに売ってたりします。今日はうちにこんなものがあったので、書いてみようと思います。でですね、3つあるんですけれども、この左上の2つ、この枝がついていて、右奥へ向かって1つ、手前の下に向かって1つっていう、この辺りをね絵にしていこうかと思います。では早速これ、またねエスキース帳、クロッキー帳なんですけれども、書いていってみましょう。まずはこの辺から、この辺入ってるかな、この辺からこの辺まで、枝があって、でこの辺2つですね、手前側と向こう側へ向けて、でまたこれねいつもの通り右上から光当たって、この辺が暗くなっている、向かって左下のやつが少し暗くなっている。で今回は、使っている鉛筆は三菱ユニの 6B、これでざっくりと書いていこうと思います。若干私の目線よりもカメラの方が少し下から見てる感じですかね。私の方が見下ろしてる角度がちょっと強いです。はい、下この辺までにしましょうか。この辺で書いていきましょう。はい、鉛筆の腹を使って、これはですね、明るい黄色い実なんですけれども、ここら辺いくつもちょうどうさぎの、これは耳みたいな感じですかね、なんか突起みたいなのが出ていて、これが特徴的な面白い形なんですよね。でいつも言ってますけれども、書きながら形というか配置を移動していきます。書いていきます。例えばここがこの実の本体の中心を通るであろう線だとすると、はい、こんな感じの先が少し尖っていて、左下が暗くなっている、この辺が中心とすると、後ろのこの耳みたいなやつは左右で、こっちにもう一個っていう感じでしょうか。で形を取るときはこんな風に輪郭線だけで追求するんではなくて、陰影をもうあらかじめこの段階でつけながら進めていこうと思います。どうですかね。もうちょっと暗くしてもいいかな、このくらい濃くしてもいいかな。はい、ちょっと印象が合ってきたかな。どうでしょう。こんな感じで、この際目を細めてみて、形をこうなぞりながら目を細めてみて、ちょっとここシルエットで見ていってみましょう。例えばこの突起とその後ろのちょっと隠れている突起と一緒に捉えてみます。ついでにこの本体、この一番でかいボディの部分ですね、そのカーブも一緒に捉えていってみます。でこの辺りから先端に向けてちょっとこう尖ってくると。で光と影の境目はこの辺でしょうか。もうちょっと濃く調子つけてみます。こんな感じでどうかな。で結構これこう球体に近いというか丸みが結構強いので、はい、こんな風に。で一番明るく光っているのはこの辺ですかね。右斜め上から照明を当てているので、この辺が明るく見えているかな。あとこの辺りも結構明るく見えている。そんな風にこの段階では線だけではなくて、明暗も一緒に捉えながら、大きな明暗ですね、大きな明暗を捉えながら印象を合わせていきます。こんな感じで。とりあえずこの辺までに
しておいて、これちょっと大きすぎたかな、少し小さくしよう。こんな風にしておいて、はい、他も見ていきます。まず枝ですね。なんかこの辺は少しこう枯れかかった、枝というかつるというか、そういうのがちょっと見えています。でこれが本体、ちょっと太い枝ですね。先ほど言ったように調子をつけながらシルエットで見ていきます。例えばこんな感じで、ここら辺が少し尖っていて、で向こうのこの実は、当初この辺に書いてましたけれども、もうちょっと上側がいいのかな、この辺ですかね。そしてここにまたその飛び出ている、角みたいなのがいくつか見えている、この辺ですかね。で結構ね強めの照明を当てているので、反射光、この辺結構ね光って見えてるんですね。反射光も結構強めですね。その辺も絵にした時面白そうなので、反射光も丁寧に追っかけていこうと思います。はい、どうでしょう。こんな感じで、シルエットで見ていきます。はい、ここはねどっちが明るいか暗いかって見ていくと、奥側の後ろ側のこのフォックスフェイスの方がより濃く見えているので、こちら側を少し調子を強めに。で全体を通して明るく見えているのはこの辺かな、下側は少しこう調子が落ちるというか、トーンが暗く見えている。でここら辺から茎が下に向かって伸びていって、結構ここはこういう向きですね。向こうへ向けてこう下へ向けて向こうへ下がっていく、後ろへ引っ込んでいく感じの見え方をしているところですね。この辺で、このね容器はね、なんて言ったかな、鍋の出汁を入れる出汁入れっていう、そういうステンレス製の、注ぐ用の容器みたいなんですけど、これは出汁入れ、口の部分がちょっと見えているので、この辺まで書いておきましょうか。こんな感じで、ここは右下枝がちょっとこの辺ですかね、見えていると。はい、ざっくりこんな感じで、この辺まで書いてから、境界線というか輪郭の部分ですね、いらない線を、最初に当たりをつけた線を練りゴムで消していきます。こんな感じでどうでしょう、シルエットで見えているでしょうか。はい、これは向こう側へ向かって引っ込んでいく、向こうへ向かって回り込んでいくところですね。はい、あとこの辺もちょっと飛び出たところ、いらない線を消して、この辺はちょっと明るくしましょう。はい、こんな感じで大体の印象を捉えられたかな。どうでしょう。はい、もうちょっとねコントラスト強めにしてみましょうか。それと先端部分少し描写してみましょう。例えば、この辺から先へ向かって、形状が尖ってきて、先っちょは少しこうなんでしょうね、こんな風に先端がこうなんかこう分かれてるような、そんな感じになっているので、ここちょっとちゃんと書いてあげます。ここ自分に一番近いところなので、形もね丁寧に見ながら、そして中心に集まるこの筋みたいなのもちょっと書いてあげますと、印象が合ってくるんじゃないかな。こんな感じで中心から外へ向けて、で一番暗いラインがこの辺ですかね。この辺が一番暗く濃く見えているラインで、はい、で左後ろこの部分は反射光が入って
ている、後ろからの光が入ってくるのでちょっと明るい。ここら辺見えてますかね。ちょっと明るくて、暗いのはこの手前側、この辺が濃く見えてるかな。はい、こんな風に、どうでしょう、ちょっと手前に飛び出てきてる感じ出てきたでしょうか。あとね、このねそれぞれのこの耳みたいなやつの先端もなんかちょっとこう中心部分が尖ってこう濃く見えてるんですね。これも少しかき分けていきましょうか。こんな感じで、ここは手前の際の方が暗いで、光と影の境目はこの辺りで、ここは結構強めにはっきりと形状のこの部分ですね、はっきりと見えているところ、ここもなんか先端が少し尖っていて回り込んでいく。ここはどうだろう、ここは向こうの茎の方が、茎というか枝の方がちょっと見えている。はい、こんな感じで、全体をラフにざっくりと捉えていこうと思います。この時にあんまりこう黒くするのを怖がらずに、躊躇せずに、濃く見えるところは思い切って濃くはっきりと描いていく方が雰囲気伝わると思うので、筆圧も強弱をつけながら、ここは強調したいというところはね、思い切り筆圧を上げて、シャープに力強く描いてやると絵にリズム感が生まれてくると思います。線にリズム感が生まれてくるかと思います。常にこう単調なトーンで描き進めるよりも、筆圧上げたり下げたりっていうかね、柔らかいところは、ちょっと筆圧弱めに描いてやったり、描いてる作者のその見てる時の気持ちですね、気分を変わってる、緩やかになっているところ、急激に移り変わっているところ、それぞれの場所ごとに感じ分けて、で感じ分けた通りにこう書き分けていけるとやっぱり理想的なんですけれども、はい、タッチの種類も少し増やしていきましょう。力強いタッチから柔らかいタッチまでをいろいろその場所ごとにですね、使い分けながら書き進めていってみます。はい、さっき言ったこの反射光ですね、ここが少し明るく見えて、その向こうが少し暗い、この辺ですね、なんかこう発光してる、光ってるような感じに少し見える、すごい面白いところですね。この黄色い色がすごく彩度が高いというか鮮やかなので、なおさらそう見えるのかもしれないですけれども、ここですね、ここがなんかねちょっと光ってるような、反射光がすごくこう綺麗に鮮やかに見えているところで、少しこうどうでしょう、水彩で絵の具つける時なんかは結構ポイントになるような、そういった描きどころというかね、見せ場になりそうなちょっと面白い表情が見えているところです。こういったところをね見逃さないようにすると、他の誰でもないそのね作者が見て感じ取ったっていうのが、その絵を見る人に伝わって魅力になると思います。あ、これは面白いっていうのをどれだけ見つけられるかがね、他の人が描けない絵描こうと思った時のポイントになるかと思います。はい、ここもねすごく柔らかい調子で、この辺りが明るいかな。で向こう側は暗いんだけれども、手前の、この耳みたいなのが、光っている、光が当たっているこの辺が明るい。逆に言うとこの辺以外は結構暗いんですよね。この辺が柔らかい調子でもって暗く見えている。ここが明るく見えているのはその後ろのこの暗い黄色い色があるせいで、ここがぷっくり膨らんで見えているのは、一番暗いのが多分この辺ですかね。この辺が一番暗い。この辺、自分に一番近いところが一番暗くて、徐々に、柔らかくこうトーンが向こうへ移り変わっていく。一番明るいのはここ、暗いのはその手前で、この辺は柔らかく向こう側へ。
あと手前のエッジをしっかり描いてやると前後感が特にはっきりします。でここは本体を描くんではなくて、その向こうに見えている茎をしっかり描いてやると、ネガを描くことによってポジが浮き出てきます。はい、ここですね。手前を描くんではなくて、その向こうを描いてやる。こっちですね。でこれよく見るとなんか毛羽立ってるっていうか、ナス科だからですかね、なんかふわふわした毛が生えてるというかトゲっぽくなっている。そういったふわふわ系の質感も鉛筆のタッチを乗せるときに少し意識して、わざとこうランダムな、揃っていないタッチとかをね乗せてってみると感じが出るんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでどうでしょう。はい、だいぶ急いで描いてっていうか、まあエスキースなのでね、ざっくりと、調子も単純化しながら捉えていってみました。はい、どうでしょうか。この辺もちょっと明るくしとこうかな。はい、こんな感じで、フォックスフェイス、狐の顔、直訳すると狐の顔ですけど、狐ナスとかね、そういう風、日本語だとなんかそんなような名前になるみたいですね。はい、今日は以上で終わりにしようと思います。それではまた。